こんにちは、日本語クラスです。皆さん、この写真を見てください。今日のお話に関係があるところです。はい。たくさんの人が知っているところですね。はい。ここに行ったことがありますという人もきっと多いと思います。はい。これはどこにありますか？そうですね。京都。はい、京都。そしてこの名前覚えてますか？金、金、そうゴールドできてるから金ですね。金閣寺という名前です。はい。名前これですね。京都にある金閣寺というお寺です。はい。これユネスコになっています。はい。ここは日本人もたくさん見に行きますし、外国人の人にもとても人気がありますね。はい。じゃあ次の写真どうですか？次の写真も今日のお話に関係があります。はい。よいしょ。ここははい。はい、綺麗ですね。はい。これ山が見えます。ここはそうです。富士山です。富士山。みんな大好き富士山。はい。富士山をこの、フェリーから見るというのが、とても有名な場所なんですね。ここは湖です。はい、海じゃなくて湖です。レイクです。はい。どうでしょう。ここの名前はどうですか？ちょっと難しいですね。これはですね、はい、箱根。はい、箱根も知ってる人多いと思いますね。箱根、はい、温泉でも有名ですしね。箱根という場所にある芦ノ湖という湖です。芦ノ湖ってね、湖は湖の漢字ですね。ここが芦ノ湖と言います。はい。ここのこのフェリーに乗るというのが、とても人気があって、特に外国人の人がたくさん来ているようですね。うん。じゃあ次のところも知ってますか？どん。お、何ですか？街ってね。はい。よく見ると、人がいる。人が小さい。うわ、人小さい。車も小さい。でもたくさんの家が建っていますね。うん。で後ろは森で、でもビルがない。東京と全然違いますね。はい。もうちょっと写真を見ると、例えばこれもうちょっと近くで見ました。はい。この三角形のお家、家がたくさんある場所です。はい。これ、はい。このように古い日本の家がたくさん集まった場所があります。はい。これも、外国人の方にも大人気ですね。はい。場所の名前どうでしょう？はい、紹介します。これは、はい、岐阜県という場所にあります。この村と言っていいですね。このエリアを白川郷と言います。白川郷。はい。ここにはもうこのように昔に建てられた日本の家がまだ残っている場所なんですね。ですのでここの場所そして、この建物ですね、この昔の建物もユネスコになっています。はい。ユネスコ世界文化遺産というね、はい、ユネスコです。守らなければいけないものですね。壊してはいけない。はい。このように古い建物はなかなか残ってないので、そして実はここまだ人が生活している家もあるそうなんですね。ここはこのように村になってますので、いっぱい建物がある中で、この中でも仕事、昔のスタイルのいろんなことがあるんですけど、仕事があったり、中にまだ生活もしている人もいる、生活できるっていう場所なので、とても特別ですね。世界のユネスコの中にもまだ人が住んでいてユネスコになったっていうところはすごく珍しいらしいです。はい。その一つです。でこの白川郷という場所にもやっぱりね、外国の人見てみたい、日本の古い家を見てみたいとね
思ってたくさんの人が来ているそうです。はい、それはいいんです。嬉しいんです。ありがとうございます。はい、観光ね来てくれるのはとてもいいことですよ。ありがとうございますですね。ですのでさっき見せたような、京都とかさっきの湖のところですね、船のところねとか、ここの岐阜県白川郷とか、もっともっとたくさんの場所、大阪とか東京もちろんそうです。そういったところもなんですが、今特にたくさんの外国の人が日本に観光に来ています。はい、コロナがねあって皆さんどこにも行かれなかったし、それがもうコロナが終わって皆さんね日本に行こうだけじゃなくていろんな国に行こうと皆さん思ってると思います。はい、その中で日本はね今どうしてたくさん来るというと、やっぱりあれですね、安い今。はい、日本の円が安くなってますね。そうですね。だから日本に来やすい、はい、旅行に来やすい、はい、なんとコロナの前に日本にたくさん観光客の人外国から来てくれていたんですが、今はその時よりもっともっと増えているらしいです。まだ今年終わってないので全部で何人かわからないけど、多分このままいくと、コロナの前より多いというデータが出そうと言われています。はい、それでですね、嬉しいことではあるんですが、日本ちょっとですねやっぱり日本がまだ準備ができていないという困った問題もあるんですね。はい、例えば京都、はい、京都はやっぱり人気があります。文化がねあるし歴史が長い場所ですので、古い建物たくさんありますから皆さん来たいですよね。で、京都は例えば人が来すぎてしまってこういう問題が起きてます。それはオーバーツーリズム、オーバーツーリズムと言われています。はい、こういう問題が起きている。はい、これはもちろん日本だけではなくて、皆さんの国でもとっても人気の場所、外国の人とかがたくさん来て、起きてしまう問題ありますよね。そういうところはもう同じようにオーバーツーリズムと言います。はい、これ何かというと説明しますね。これは、この観光地にたくさんの観光客が来てしまって、特に、今の日本だと外国の人が来てしまって、嬉しいことなんですが大きく3つ問題が起きてしまう。はい、例えば1つ目、渋滞です。道が混んでしまう、トラフィックジャム。はい、大きなバスで来る観光客もいますし、レンタカーとかもあるかもしれないですが、やっぱりもう道が車で混んでしまって、そこの地域にそこの場所に住んでる人、例えば京都だったら京都に住んでる人が道がもういっぱいで生活がとてもしにくいとか、物を運ぶものもそうですよね。大きなトラックで食べ物を運ぶというのはもう必要なことですよね。それも渋滞してたら遅れてしまうとか、いろんな問題がやっぱり渋滞というのは起こしますね。いろんな問題を起こしてしまう。それ2つ目はですね、ゴミを捨てるということです。ポイ捨てという言い方があります。ポイ捨て、ゴミ箱にゴミを捨てないで、特に何か食べ物を買った時、コンビニとかね、例えばじゃあコンビニでパンを買った、でお腹が空いてますからもうすぐ食べた、例えばちょっと歩きながら食べて、そこの街を見ている、あ綺麗だねなんて、でそしたらゴミを捨てたいけど日本はゴミ箱がほとんど道にはないです。はい、最近はコンビニにも置いてないです。そうなんです。ゴミはね持って帰ってくださいというのが最近とても多いですね。うん、だけどそれを知らないで
道に捨ててしまうというのがやっぱり観光客が多いところというのはそういうのが起きてしまっているみたいですね。日本のルールをね知らなかったりそういうことありますからね。で、3つ目がですね、これ京都とかでよく起きている、または、富士山の近くでもよく起きている問題なんですが、3つ目の問題はこれです。写真を撮りたい、綺麗な写真を撮りたいからといって、そこの撮りたいからここからだったらよく撮れるという場所が、例えば人の家の中、人の家の庭とか、これは京都でよくあるんですが、京都ってもう街全体がとてももう古いものが残っているので、お寺じゃないのに普通の人の家なのに綺麗だなと言って、外国の人とかが写真を撮っちゃう。はい、それは住んでる人は嫌ですよね。何？私の家どうして写真撮ってるの？気持ち悪いですね。そう、勝手に撮ってはいけないですね。だし、例えばじゃあ、富士山の場合だと、最近問題になったのがあるコンビニのコンビニエンスストアがあるんですけど、そこの上のコンビニの建物の上に富士山がちょうど綺麗に見えるんですね。でそれが SNS でとても話題になって、みんながいいないいな、見たい見たい、日本に行ったらここで見たいというのになって、そこにたくさん人が来るようになってしまったんですね。それで写真を撮るためにそのコンビニの前で止まって立ち止まってって意味ですね。立ち止まって写真を撮ってる人がたくさんいる。そうするとコンビニの駐車場のところ、車を止めるところに人がいっぱいいて車が止められないとか、そこのコンビニの近くにあった病院の建物の、外のところから写真を撮っている人もたくさんいて、病院はとても困る、迷惑だとなったり、病院に来る患者さんに邪魔ですよね。結構ですね、これは問題が起きたんですね。でそういうことももう一つオーバーツーリズムです。そういうふうに観光客の人たちが、たくさん来すぎて何か問題が起きてしまう。それによってそこの場所に住んでる人に悪い影響が起きること、はい、そして悪い影響が起きることもオーバーツーリズムです。そして今の日本、例えば今のこの京都とかに来るとすごくいっぱい外国の人がいます。そうすると皆さんもね、せっかく来てくれてもゆっくり街を見られないとか、なんでしょう、自分で思っていた街じゃない、イメージと違うとかありません？皆さんもここなんかすっごい人がいて、なんか全然写真では静かな場所って思ってたのにすっごい人がいてなんか嫌だなって思ったり、イメージが悪くなるってことありますよね。私もありますよ、外国行った時ね。なのでそれはせっかく来てくれた人のイメージを悪くすることですね。それは人が多すぎるからそういう悪いイメージになってしまう。それもオーバーツーリズムです。でじゃあどうしようってね、やっぱり考えなければいけないですよね。せっかく皆さんが来てくれてるんですよ。特に今は外国の人が、外国の人が来て、日本を見て知ってくれている、興味を持ってくれている、とても本当にありがたいことです。はい。だからもう来ないでくださいなんてもちろん言わないです。もっともっと来てほしいと日本は思っています。国としてももっと何倍も来てほしいというふうに考えていて、そのためにはじゃあ今どうすれば来てくれた皆さんが日本はいい国だったな、楽しい旅行だったなと思ってくれるのか。
そのシステムを日本は考えなければいけないですよね。ですので今ですね、ちょうど国がこれではいけないと、日本は今オーバーツーリズムだと言ってうわどうしようどうしようと言っています。はい、話してます。でね、今どうするかを今まだ考え中で、じゃあちょっとこういうことやってみましょうか、実験してみよう、うまくいくか分かんないけどやってみようっていうふうに今実験を始めているところなんですね。でその実験のこと、例えばちょっといくつかあったので、紹介します。それですね、大きく例えば3つあるそうです。1つは時間を分ける、観光客の皆さん来てくれた時間を分けるということと、またちょっと説明します後で。2つ目は人数をちょっと抑える、この人数しか今日は入れませんとする。でもどうしてもっと来たいのにってね思いますよね。ちょっと後で言います。3つ目は、例えば京都っていう、もう日本と言ったら京都とか、日本と言ったら東京とか大阪とか、もうなんかもう決まってる、ここ行くってみんな考えてるけど、日本は他にもいいところありますよ、だからそっちも行きませんかと、みんながね、外国の皆さんが行きやすいようにもっとシステム化するっていうやり方。はい、一つの場所にみんなが集中的に来ないようにするっていうことですね。この3つです。じゃあ1つ目からもうちょっと言います。1つ目もう一回ね言うと、時間を分ける、難しい言い方だと時間分散って言われているらしいです。分けるってことなんですが、これ例えばお寺ね、お寺だったら昼の時間はやっぱりとても人が混んでしまうから、朝早くに来てもらって、そこで、お坊さん、中の南無法蓮華ってねやってる人たちの生活をちょっと一緒にやってみるとか、朝の時間だったらすごく早い朝ですね、朝の時間だったらそんなに混んでないので、そのお客さんを昼の時間にいっぱい 120% とかいっぱい人来るというふうにしないようにするってことです。朝の時間に来て特別な体験プログラムをやってもらうという新しいサービスを考えてみましょうというの。それとか夜もあるそうです。夜の特別な体験をさせてあげますと、新しいサービスしますから昼じゃなくて夜見に来てくださいというふうにやるっていうやり方。時間分散、面白いですねこれね。またこれは新しい経験できそう、新しい体験できそうで面白いアイデアだなと思います。じゃあ2つ目のですね、人数を抑えましょうというのね。はい、これ人数制限と言います。難しい言葉だとリミットを決める、ここまでね。例えばさっきの白川郷みたいなところとか、さっきの船に乗るとかだったら船分かりやすいですよね。もう乗る人数はここまでっていうふうに決まってるし、あとは、この船に乗るのももう予約にしますとか、これちょっともう予約になってるかもしれないんですが、これは例ですね、本当にね。だけど観光地のどういう場所でも予約制にする、予約した人が入れます、予約してないと入れないですよというふうにやってみたり、1日では何人までしか入れませんっていうふうにするとか、そういうふうにやってみましょう。そしたら何人までって決まってたら、もう今日は土曜日日曜日はすごく混んでる、月曜日はそんなに人いないけどっていうことはあんまりない、もうずっと混んでる、だいたい同じっていう風にできますよね。だからその人数をちょっと抑えましょうっていうやり方。で3つ目は、観光地を分けるでしたね。3つ目、観光地を失礼しました。観光地分けるってことは本当に日本だと今よく来てくれてるのが、皆さんが外国の人来てくれてるのが東京と京都と大阪とか、あと
まあそうですね、その辺らしいんですよ。で、他のね、東京の周りにもいいところはあるわけですよ。例えば私 YouTube で紹介した千葉県とかね、そういうところも、あと神奈川県とかも観光地はあるので、そっちの方に行ってもらう。そっちに興味を持ってもらうっていうことで、だけどそっちに行くと、例えば全部日本語で書いてあってわからないとか、説明してくれる人がいない、インフォメーションの受付がないとか、そういうことありますよね。だからそういうのを増やそうとか、もっと地図を、いろんな国の言葉で書いた地図を作ろうとか、いろいろ考えてるみたいです。はい。まあ地図って言ってもね、アプリかもしれないですよね。インターネットでスマートフォンで見られるものかもしれないですけど、そこは詳しくは発表されてないですが、もっと皆さんが、外国の人が今有名じゃないけどとてもいい場所が日本は本当に多いので、そっち行きませんかって上手に紹介するっていう方法を考えているそうです。はい。で、私の YouTube だと結構それ紹介していきたいなとも思ってるし、ちょっとずつ紹介してるので、よかったら見てもらいたいなと思います。例えばつい最近やった YouTube だと、この YouTube で今日本に住んでいる外国の人がこれから住みたいなと思っている県というのをトップ5で紹介しました。はい。この中でもいろんな写真見られるし、どうしてそこがいい場所とか説明もしてます。はい。そうですね。あとはこっち、日本人の人は旅行はどこに行くんですかという説明というか、写真もたくさんこれも見られますので、ぜひぜひよかったら、新しい日本が、まだ知らない日本が見られると思いますので、よかったら見てみてください。はい。ですので、特に今聞いてくださってる皆さんは日本語がわかる皆さんですから、全然日本語わからない人より情報が多いはずなんですね。自分でインターネットでも調べられるし、日本の人にも聞けるし、そうそう、旅行にね行った場所でも分からなくても日本語で話せると思うので、あんまりですね、すごい有名じゃない場所でもすごく新しい発見あるし、日本人はよくそこ行ってる、でも外国の人はあんまり来てないけどねっていうところはあるので、よくよく調べて日本来るときはいろんなところに遊びに行ってほしいなと思います。本当に今有名なところは外国の人がいっぱいです。だから疲れちゃうかもしれないですので、そうぜひ自分オリジナルの、私だけの楽しい日本の旅行、楽しい日本の思い出を作ってもらえたらなと思います。はいね、そんな話でした。ですので、オーバーツーリズムはいいことだけど、日本ももっといろいろ考えて問題を解決して、もっと皆さん外国の人に来てもらうようにしようと今頑張っているところですという話でした。はい。では、私のちょっと紹介、Twitter をやっています。リンクを下にコメントのところに書いておきます。あと私と、勉強できます。プライベートレッスンで勉強できます。Zoom を使って一緒に勉強しましょう。何でもいいです。勉強することは、あなたが勉強したいこと何でも OK。 JLPT の勉強でもいいし、会話でも何でも OK です。あとは JLPT の文法、困ってる人多いと思います。文法じゃない、失礼しました。読解です。失礼しました。読解ですね。特に難しいですね。読解の問題どうやってやればいいの？読解だけ合格しないです。毎年っていう人いると思います。よく聞きます。はい。この合格の方法というのは私説明しているビデオがあります。N2 と N1、はい、ビデオがありますので、ぜひぜひ見て、試験に使ってください。合格してください。そして、Zoom レッスン他にもあります。ビジネス日本語と会話の練習を、
Zoom を使って皆さんと話しながら楽しく、勉強しています。本当にいつも楽しいです。よかったら一緒に勉強しませんか？はい、このビジネス日本語会話練習など、あとは他の読解クラスとか読解の、オンラインレッスンですね。オンラインレッスンというかビデオレッスンですね。はい。詳しくはオンラインレッスンの私のリンクを見てください。これは、今日多分もうここにあると思います、リンクが。こことか、コメントのところにもリンクが書いてありますので、そこから、見て、ぜひクラスについて詳しい情報を見てください。